プッシャーでワーク同士を結合する方法について説明します。本動画は、プッシャーでワークを押し出す Python スクリプトの続きから設定します。プッシャーでワークを押し出す Python スクリプトの設定が完了しているファイル、プッシャー3 _after.vcmx が必要です。茶色の箱をワーク B、箱の下にあるテーブルとセンサーモデルをテーブル B とします。センサーで検出したワーク B のコンテナにワーク A を格納することでワーク同士を結合します。ワーク B をプッシャーとは別のコンポーネントに分けます。コントロールキーを押した状態でワーク B のジオメトリーをすべて選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出からコンポーネントを抽出を選択します。名前をワーク B に変更します。同様にテーブル B を別のコンポーネントに分けます。コントロールキーを押した状態でテーブル B のジオメトリーをすべて選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出からコンポーネントを抽出を選択します。名前をテーブル B に変更します。ワーク A とワーク B を結合するため、コンテナを設定します。ワーク B を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、マテリアルフローからコンポーネントコンテナを選択します。ワーク B を検出するセンサーの位置を設定します。センサーモデルを見やすくするため、ワーク B を一旦非表示にします。コンポーネントグラフウィンドウのワーク B を選択します。コンポーネントプロパティウィンドウの表示からチェックを外すことで、コンポーネントを非表示にすることができます。テーブル B をダブルクリックして、コンポーネントを選択します。ジオメトリーグループのフィーチャーを展開し、その他からフレームを選択します。フレームをセンサーモデルの位置に移動します。ツールグループからスナップを選択し、センサーモデルの円形部品の中心をクリックします。非表示にしたワーク B を再び表示します。ホームタブをクリックします。セルグラフウィンドウでワーク B の目玉アイコンをクリックすることでコンポーネントを表示することができます。センサーで検出したワーク B の情報を格納するため、シグナルを追加します。テーブル B を選択し、モデリングタブをクリックします。動作設定グループの Behavior を展開し、シグナルからコンポーネントを選択します。テーブル B にワークがあるか確認するため、ワークの検出を通知するシグナルを追加します。シグナルのオンオフでワークの有無を通知します。動作設定グループの Behavior を展開し、シグナルからブール型を選択します。本動画では、ブーリアンシグナルの状態を判別し、使用することはありません。PLC と連携し、ラダー回路でプッシャーの動作を制御するときに使用するため、参考としてブーリアンシグナルを追加しています。ワーク B を検出するため、センサーを追加します。動作設定グループの Behavior を展開し、センサーからレイキャストを選択します。センサーの位置をフレームを選択して定義します。プロパティウィンドウのフレームをクリックし、フレームを選択します。表示する光線の長さとワーク B を検出する範囲を設定します。最大範囲と検出式位置を15に変更します。検出したワーク B の情報を格納するシグナルを設定します。コンポーネントシグナルでコンポーネントシグナルを選択します。センサーがコンポーネントを検出しているか通知するシグナルを定義します。ブールシグナルでブーリアンシグナルを選択することでコンポーネントを検出したとき、ブーリアンシグナルがオンに、検出していないとき、ブーリアンシグナルがオフになります。ワーク同士を結合するため、ワークを押し出す Python スクリプトを編集します。プッシャーを選択します。
コンポーネントグラフウィンドウで Python スクリプトアンダーライン2を開きます。変数を定義します。ワーク B の情報を取得するため、センサーが設定されているテーブル B を参照する必要があります。参照するコンポーネントをテーブル A からテーブル B に変更します。変数名もテーブル B に変更します。テーブル A のコンテナを参照する記述を削除します。ワーク B の情報を取得するため、センサーで検出したコンポーネントを格納するシグナルを参照します。シグナルにイコールテーブル B.findBehavior コンポーネントシグナルと記述します。ポス B が true の時、ワーク A をプッシャーのコンテナに格納し、リンクアンダーライン2を190の位置に移動して、ワーク A をワーク B のコンテナに格納します。リンクアンダーライン2を190の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,190に変更します。テーブル B のセンサーで検出したコンポーネントをワーク B として定義するため、ワーク B イコールシグナルにドットバリューと記述します。ワーク B のビヘイビアを参照するため、コント3イコールワーク B.findBehavior と記述します。参照するビヘイビアの名前はコンポーネントコンテナです。ワーク B のコンテナにワーク A を格納するため、コント 2.grab ワーク A をコント 3.grab ワーク A に変更します。コンパイルをクリックします。シミュレーションを実行します。接続グループのシグナルをクリックし、プッシャーを選択することで、シグナルエディターを表示します。ダウンをクリックしてオンにします。プッシャーが-Z 軸方向に動作します。ポジション B をクリックしてオンにします。プッシャーがワーク A をワーク B の位置まで押し出したことがわかります。ポジション B をクリックしてオフにします。ポジション A をクリックしてオンにします。シミュレーション中にワーク同士を結合することで、ワーク A とワーク B を一緒に操作することができます。接続グループのシグナルをクリックし、シグナルエディターを非表示にします。ワーク B をダブルクリックして、コンポーネントを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウの表示からチェックを外します。表示のチェックを外したワーク B だけでなく、ワーク A も一緒に非表示になったことがわかります。プッシャーでワーク同士を結合する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。